こんにちは、まいです。今回は衣替えがないクローゼットを作るコツをお伝えします。少しずつ暖かい日が増えてきて、冬服の出番もそろそろ終わりに近づいてきました。この季節の切り替わりのタイミングはクローゼットを見直すのにちょうどいい時期です。オールシーズン発着で暮らす私が洋服の整理方法や衣替えをしないクローゼットの作り方をご紹介します。それでは行ってみましょう。朝の空気が少しずつ和らいできて、季節の変わり目を感じるようになりました。冬服の出番が減ってきた今のタイミング、クローゼットも一度整えておこうと思います。クローゼットに入りきらない量の洋服を持っている時期も、衣替えの作業は割と好きでした。でも久しぶりに出した服がシワだらけだったり、どこか湿気っぽい匂いが気になったりして、正直洋服の手入れは難しいと感じることもありました。今のクローゼットにはオールシーズン分の洋服が11着。ミニマリストになってからは持つ洋服が少なくなり、衣替え自体をしなくなりました。ただその分、クローゼットを見直すタイミングを失いがちになります。そこで今は季節の変わり目に衣替えの代わりとしてクローゼットの棚卸しと洋服の手入れをするようにしています。その中でも今日は出番が減ってきた冬服を中心に見直していきます。クローゼット整理で欠かせないのが一度すべて出すこと。枚数が少ないので本来はすべて出さなくても管理はできるのですが、クローゼットの中をきれいに掃除したり、気持ちの一区切りをつけるためにも、あえて一度すべて出すようにしています。全部出したら、そこから着ている洋服だけを戻していきます。もし洋服が多くて整理に悩んでいる場合は、この冬実際に着ていたものだけを残してみてください。今シーズン一度も手に取らなかった冬服は、来シーズンも着ないことがほとんどです。そういった服を春のこのタイミングで見直して手放していくと、クローゼットは少しずつ整っていきます。最近新しくハンガーを購入しました。クローゼットに温かみが欲しくて、今回は木製のハンガーを選んでいます。無印良品週間のタイミングで買い足して全部で10本になりました。今まで使っていたニトリの滑らないハンガーは夫もお揃いで使っていたので、状態のいいものは譲ろうと思います。それではどんどん整理していきたいと思います。こちらのセーター類はもともとこの冬を最後に着倒すつもりでいたものです。タートルネックは乾燥機にかけながらも2年間も着ることができました。ハーフジップのセーターも毛羽立ちや毛玉の補修が追いつかなくなってきたので、ここで手放すことにします。こちらのカーキのパンツは産後すぐに購入したものです。
今の自分の体型には少し合わなくなっていて、ベルトがないと履けない状態でした。自然と手に取るのはジーンズばかりになっていたので、このパンツは手放すことにします。残りの洋服たちは簡単に整えながらクローゼットに戻していきます。服を多く持ちすぎないようにするために私が心がけているのは、すべての洋服をハンガーにかけてタンスを使わないことです。そうすることで管理も簡単にできるようにしています。クローゼットを開けるだけで持っている服を一望でき、畳むという作業も必要なくなります。タンスにしまっていた頃は、引き出しの奥にある服が見えにくくなったり、取り出すたびに中が乱れてしまうこともありました。これから梅雨の時期になると、どうしても湿気がこもりやすくなりますが、ハンガーに吊るして適度に間隔を空けておくことで空気が通りやすくなり、さらにクローゼットの扉を開けてこまめに空気の入れ替えをするだけで、湿気っぽさやカビ、虫食いといったトラブルも防ぎやすくなります。それとハンガーの数はあえて固定しないようにしています。服って流行や自分の好み、環境の変化で着たい服も変わっていくと思うんです。着たい服があるのにハンガーの数で制限してしまうのは少し違うかなと感じていて、数に合わせるのではなく、今の自分が着たいと思える洋服がきちんと収まっていることを大切にしています。なので、ある程度の服の増減は受け入れるようにしています。重要なことは数で制限をすることではなくて、ちゃんとその服を着ているかだと考えています。洋服の中にはあまり頻繁に洗えないものもあって、シミや汚れに悩むことも多くありました。そんな中で1年ほど前からシミ取りレスキューを常備し、外出中も持ち歩くようになりました。これがまさに救世主で、気づいた時にすぐ対処できるので、大体のシミはきれいに落とすことができています。最近は子供の人形の汚れにも使えて、ちょっとした場面でも活躍しています。すべてをハンガーにかけたら、見た目がすっきりする並び方に整えていきます。色でグラデーションをつけるより、丈感を揃えた方が個人的にはすっきり見えるのではないかと思っています。そして洋服の手放し方ですが、私は基本的に着倒してから手放すことがほとんどです。縮んだりほつれたりしてちょっと恥ずかしくなるまで着倒します。そうすることで歯磨き粉を最後まで使い切ったような感覚になり、気持ちよく手放せています。そのためフリマアプリを使うことはなくなりました。おかげで高い服は買えなくなりましたが、毎シーズンちょっとずつお気に入りの服を入れ替えられる楽しみが生まれます。今回手放す洋服はすべてユニクロなので、店舗の回収ボックスを利用して手放そうと思います。はい、以上がオールシーズン発着衣替えがないクローゼットを作るコツでした。私のクローゼット整理の基本は
着ている洋服を残すこと。クローゼットは着るための洋服を収納する場所だと考えています。少ないからいい、多いからダメということではなくて、今の自分にとっての適量を持つこと、定期的に見直していくことで自分にとってちょうどいい量が少しずつ見えてくるはずです。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。OK？ 上手。いいよ、そのぐらいで。もう一個。じゃあもう一個ね。待って。もう一個。待って。はい、どうぞ。上手。OK。じゃあ OK。これ OK です。もう一個入りそうだね。もう一個入れる？冷えるの待ってください。はい。行きましょう。また行くの？もう一回戻そう。おいしい、甘い。そう、甘いゼリーになる。固まるの。冷蔵庫で冷やすと固まるの。そう。これ杏仁豆腐。そう。洗うよ。もうやんないよ。じゃあ